にちは。今日は板厚が 6mm の 150A のカーボンのパイプを溶接していきます。で、今回は裏波のみの動画となります。隙間の方がだいたい 3.5mm ぐらい空いた状態で溶接をしていきます。今刺している棒が 3.2mm の溶接棒です。今回リクエストにあった切りながら綺麗に裏波を出す方法を紹介したいと思います。まず手の動きなんですが、このように小さく一番ルートの奥を狙って溶接をしていく感じになります。実際に動かしている感じがこのような感じで動かしていきます。ノズルは7番を使用して、タングステンの長さがだいたい 8.5mm から 9mm ぐらいだと思います。だいたいこの長さだと一番奥の部分を溶かせれるので、この長さにしました。それでは切りながら裏波を出す方法を紹介します。まず動画を見てわかると思うのですが、切りながら溶接をする場合でも絶対に溶接棒はプールにつけたままにしておいてください。この棒を途切らしながら溶接をしてしまうとビード外観がとても悪くなります。なので切りながらやるコツとしましては、絶対にプールに棒をつけたままにすること、これが一番大事です。なのでプールが広がったら棒をグイッと送る。で、アークを切り少し進んで、またプールが広がったら棒をクイッと送るというのをひたすら繰り返していくだけです。このクレーターの状態にした時に棒が溶けてしまう方などは、クレーター電流をちょっと高く設定していますので、今僕これ20ぐらいなんですけど、このぐらいに設定してもらえば棒は途切れないと思いますので、このぐらいのクレーター電流で溶接をしてみてください。で、今回ターンテーブルの方は使用していないので、真横から上まで4分割で溶接をしていきます。この方法だと電流が高めなので確実に溶かすことができるので、落ち着いていきたい方やまだ小刻みなローリングなどが苦手な方など、そういう方などはこのやり方はとても簡単なやり方だと思います。切りながらやる方法でも RT 検査、レントゲン検査に問題も一切ないです。なので現場溶接で真下の状態から連続で行くのが難しいっていう人なんかも、この切りながらやる方法はやりやすいと思います。ただもちろん切る時間があるので、連続で行くよりは少し時間はかかってしまいます。あと連続の電流は少し下げると思うんですが、その電流だとつなぎがうまくできないという方などは、この切りながらだと電流が高いのでつなぎもきれいにしやすいと思います。今回1層目のみの動画なのですが、また2層目、3層目、4層目の仕上げ動画も別で上げたいと思いますので、よければ見てみてください。昔連続で鉄を溶接するのがなかなかできなくて、その時に切りながら棒を途切れながら溶接をしていたんですけど、いつも裏波が汚くなっていて、一度電気を上げて棒をつけたままにしてやってみたら結構綺麗な裏波が出たので、それから現場溶接などでは使うことが今でもあります。他にも真下を溶接するときにパイプの隙間から覗き込んで裏波を出すというやり方もあるのですが、なかなか一人の撮影だとそういう動画が撮れないので、また撮れる機会があればそういうのも撮っていきたいと思います。また別で普通に真下から溶接をしていく動画も出せたらなと思います。また真下だと棒の入れる位置などを変えていくとすごいやり方が簡単になるので、そういう動画も紹介していけたらなと思います。見てもわかると思うのですが、このやり方はとても単純なのですごいやりやすいかなと思います。で、連続だと隙間がばらつきがあったりすると少しやりづらい時があるのですが、この方法だと隙間にほとんど影響も受けないので万能なやり方だなと思います。確実に丁寧に裏波を出したいという方などはこのやり方は結構いいかなと思います。この時出したい裏波の高さは棒の送る量で調節をしてください。棒をしっかり送ると裏波の高さは当然高くなってしっかり出ますし、
棒の量が少ないと薄い裏波を出すことができるので、そのやり方でやってみてください。今回久しぶりに切りながら裏波を出したので、少し棒を送りすぎてしまい、ちょっと裏波が出すぎたりしていて汚いのですが、また後で良ければ見てみてください。一定の量を送り続けると本当にとても高さの揃った綺麗な裏波が出せるので、練習して良ければ使ってみてください。今回 6mm ということもあり、仕上げの幅が結構必要だったので、ノズルも7番を使ってみたり10番を使ってみた動画なども上げたらなと思います。あとタングステンの長さも長いのと短めだとどう違いが出てくるのかなどの動画も上げれたらなと思います。もうすぐ最終つなぎになるのですが、つながる少し前に棒をこのように離し、棒をプールが揺れたらちょんと入れる、棒をプールが揺れたらちょんと入れるというのを繰り返してつないでいきます。でこの最後つながった瞬間に少しプールが揺れるのを待って、このように棒を少し垂らしていって裏波をつないでいく感じで僕はつないでいます。電流が高いのでほとんど待たなくてもすぐにつながるのでやりやすいと思います。でこれが1層目を終えたビード外観になります。切りながらやったので少し鱗のようなビードがついている感じで溶接がされています。今回棒を送りすぎてしまいあまり綺麗な裏波ではないのですが、見てみてください。大体このような感じで結構ちょっと棒を送りすぎてしまったのでしっかり出ているところがあります。ただ切りながらやった感じのような裏波ではないのがわかると思います。あの時に棒を途切らせながら溶接をしてしまうと、切りながら溶接をしたなというのが分かるような見た目のデコボコしたビードになってしまうので、棒を切らさないように注意してください。で今左に見えるのが最終つなぎの部分です。ここですね。ここが最終つなぎになります。しっかりと電流が高かったのですぐにつながっているのが分かると思います。これを棒を途切らさずに一定の量を送り続けると完璧な高さの裏波が出せますので、よければ練習してやってみてください。はい、今回1層目だけの動画だったのですが、最後までご視聴ありがとうございました。またコメントなどありましたら YouTube のコメント欄の方に記入お願いします。また近々このパイプの仕上げの動画も出しますので、その時はよければ見てみてください。それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。